もし朝目覚めて今までのことを全て忘れていたら、遡ること41年前の1982年、イギリスウエストサセックス州ロンドンの南に位置する田舎町に仲のいい双子の兄弟が暮らしていました。アレックス、今日の結婚式バイクで行くのか？帰りは遅くなるんだろ？気をつけるんだぞ。そう語りかけたのは双子の兄マーカス・ルイス。弟のアレックスはこの日高校時代の友人の結婚式に出席する予定だったんです。マーカスは心配性だな。いつものことだし大丈夫だよ。バイクにまたがったまま兄マーカスを振り返り笑ってそう答えたアレックス。彼はそのまま上機嫌に自宅を飛び出していったんですが、アレックスが次に目を覚ますと、そこは見覚えのない真っ白な部屋。そう、病室だったんです。よかった、目が覚めたんだね。お前3ヶ月も眠ったままだったんだぞ。アレックスは目の前で涙を流すその男が双子の兄マーカスであるとすぐに気がつきました。しかし事故に遭ったアレックスの身にはこの時重大な問題が起こっていたんです。なあマーカス、俺誰だっけ？ある日突然、自分が誰かを思い出せなくなってしまったアレックス・ルイス。しかし彼は記憶を失っていた方が幸せだったのかもしれないんです。双子の兄弟は記憶を探る日々で訪れるその試練を乗り越えられるんでしょうか。おそ先日マリオの映画見に行ったよ。ケンちゃんです。はは、やみやみことです。それマリオじゃねえか。へへ、ミッキーよ。この間ね、マリオ見に行ったんですよ。まあ正直、ストーリーは普通って感じで、ただなんか、いろんなキャラ出てくるんで。私の好きなノコノコちゃんは何してた？なんかしがない兵隊してた。知らないで。あと、マリオのお母さんとかお父さん出てくるんで。マリオのお父さんお母さんいるの？いるだろ、お前それ。いや、なんか無線生物かと思ってた。おめえだろ、それ。本日ご紹介するのは事故をきっかけになんと18年分もの記憶を失ってしまった話なんです。18年も記憶なくしちゃったらすごい喪失感で辛くなっちゃうんじゃないの？普通に考えたら。そうですよね、普通は覚えていないことって辛い思いをするかもしれないんですけど、今回は記憶を取り戻せば取り戻すほどなぜかどんどん辛くなるというそんなお話なんです。怖い怖い。今回記憶喪失に陥ったアレックスという青年には兄がいたんですけど、その兄の取る行動が不可解だったんです。兄のその振る舞いに隠された秘密に注目して見てみてください。消えた18年。遡ること41年前の1982年11月、イギリスウエストサセックス州。とある病院の一室で目を覚ましたその青年はアレックス・ルイス。よかった、目が覚めたんだね。ベッドの隣で涙を浮かべているのは双子の兄マーカスでした。そう、アレックスは3ヶ月前にバイクで交通事故を起こし、長い間昏睡状態に陥っていたんです。気分はどうだい？本当によかった。いつ目を覚ますともしれなかった弟の回復に感極まった兄マーカスは続けて彼に話しかけるんですが、アレックスどうした？何か話してくれよ。兄マーカスの顔をぼーっと見つめたまま放心状態になっていたアレックス。彼は兄に促されゆっくりとその口を開きました。しかし放たれたその言葉は思わず耳を疑ってしまうものだったんです。なあマーカス、俺誰だっけ？その後、兄マーカスはアレックスに対し様々な質問を投げかけました。母さんの名前は？家の住所は？しかし、アレックスはどの質問をされても、ごめん、わからない、と答えるだけ。そう、事故の衝撃により、アレックスは双子の兄マーカスのこと以外、これまで18年間の記憶を全て失ってしまっていたんです。自分の名前なんてさ、一番最初に認識するようなことじゃない？そこまで忘れちゃってるってめちゃくちゃ打っちゃったんじゃないの？ガーンって。そうやって記憶喪失打ったらなるのかとか、メカニズムがよくわからない人もね多いと思うんで、本日のメトラキーワード、記憶喪失について。記憶喪失の原因は脳卒中や感染症、または事故などで脳に強い衝撃を受けた場合など、脳はダメージを受けた際にダメージを受けた部位だけでなく、その周辺すべての組織の血流や機能が低下する機能乖離という状態に見舞われることがあります。この機能乖離によって脳細胞同士の神経伝達がスムーズにいかず、記憶が阻害されてしまうことがあると考えられているんです。とはいえ、記憶喪失のメカニズムは未だに解明されていません。記憶喪失には過去の出来事を忘れてしまう逆行性健忘、新しく記憶することができない前行性健忘の2種類があります。いずれも原因は同じにもかかわらず、症状がまるで違うことがメカニズムの究明を困難にしているんです。アレックスが目を覚ましたその日から、彼と兄マーカスとの二人三脚のリハビリ生活が始まりました。歯の磨き方、トイレやお風呂の使い方、食事の取り方、兄マーカスはアレックスが忘れてしまった生活に必要なこと全てを根気強く教えていったんです。
そしてマーカスが教えたことは生活に必要なことだけにとどまりませんでした。アレックス、私のこと忘れちゃったのは残念だけど、あなたが生きててくれて本当に良かった。その日病室を訪れたのは、事故に遭う以前に付き合っていたアレックスの元恋人。兄マーカスはそうやってアレックスの昔からの知人をたびたび病室へ連れてきては、彼の記憶を取り戻す手助けをしたんです。そんな日々を送る中で、アレックスは人間関係に恵まれた自分の人生に満たされる思いを感じるようになっていました。しかし、俺は本当に幸せな18年間を送ってきたんだな。でも、そう、アレックスには一つだけ気がかりなことがありました。一見風変わりでも仲のいい家族や楽しかった家族旅行。兄マーカスはそうやっていつも家族の話をしてくれていましたが、聞かされるのは思い出話だけ。アレックスはマーカス以外の家族とほとんど話したことがなかったんです。怖くない？家族なんだから普通、お兄ちゃん以外もお見舞いとか来るでしょ。いや、そうだよね。怖い怖い怖い。何？ヤミコさんが入院しても俺は行くよ、普通に。来ないかと思ってた。そんなね、おかしな関係なんですけど、アレックスが退院して実家に戻った時に、この家族のおかしい関係にさらに気がつき始めるんです。奇妙な家族。父さんはどうして一度もお見舞いに来てくれないんだろう。母さんも俺が助かったことが嬉しくないみたいだ。兄マーカスに支えられリハビリを行う日々の中でも、病室へ一向に顔を見せない両親に違和感を抱いていたアレックス。彼は実家へ戻ったタイミングでその違和感をより強めていくことになるんです。ねえマーカス、なんで俺たちは父さんや母さんと家が別なんだ？そう、アレックスの実家は記憶を失っていた彼が驚くほどの豪邸でしたが、なぜか双子の部屋は本邸とは少し離れた小屋に用意されていたんです。両親とは一緒に食事をとることもなく、たまに本邸を訪れても立ち入り禁止になっている部屋がいくつもあるような状態。そして兄マーカスにいくら家族の事情を尋ねても、彼は一切口を開こうとはしません。これ以上詮索しても無駄みたいだな。いつからかそう悟ったアレックスは、その奇妙な生活を当たり前のものとして受け入れるようになっていたんです。両親があからさまに双子のこと避けてるじゃない。絶対これなんかあったでしょ。見るからにおかしいですよね。ですが、アレックスはそんな生活を受け入れつつあったんですけど、あることがきっかけで、この家族に隠された薄暗い影、それが見え始めてくるんです。アレックスが記憶を失ってから8年後の1990年、マーカス、アレックス、父さんはお前たちに本当にひどいことをしてきた。どうか今までの態度を許してほしい。ベッドに横たわったまま力なくそうつぶやいたのは2人の父、ジャック。この頃、ジャックは膵臓がんを患い、余命わずかとされている状態でした。そしてアレックスは今にも天国に行きそうな父を目の前にして、また別のことが気になっていました。マーカス、一体父さんと君には何があったって言うんだ？そう、父ジャックの言葉に真剣に耳を傾けていたアレックスとは対照的に、兄マーカスはまるで汚いものを見るかのようにして父親を睨んでいたんです。結局マーカスは父親が息を引き取るその時になっても何か言葉をかけるようなことはありませんでした。さらにアレックスが32歳を迎えた1996年のこと。母さん、この数年はやっと親子らしく過ごせるようになって幸せだったよ。ゆっくり休んでね。その日、亡くなった母ジルの棺を前に静かにそうつぶやいたアレックス。母ジルは父親が亡くなった数年後に脳腫瘍を発症。以来アレックスが看病を行うようになり、親子のわだかまりはすっかりなくなっていたんです。しかしそんな母ジルが亡くなったその日、悲しんでいたのはアレックスだけでした。父親も母親も亡くなって悲しんでないとか、明らかにこれおかしいじゃない。お兄さんのマーカス、恨みか何かあったでしょ絶対。お察しの通りなんです。その真実はずっと双子が立ち入り禁止にされていた両親の部屋に隠されていたんです。14年間の裏切り。どうしてこんなものが？その日、アレックスは兄マーカスと共に母親の遺品整理のため一度も入ったことのなかった両親の寝室を訪れていました。そしてアレックスが見つけたのは双子宛てに届けられた大量のバースデーカードや仕送り。親戚から送られてきたであろうそれらはなぜか未開封のまま両親の部屋に隠されていたんです。なぜ双子宛ての贈り物は自分たちに届けられなかったのか、怪訝に思いながらもアレックスは両親の寝室を後にし、続けて彼らが使っていた洗面所を訪れました。すると、マーカス、これはどういうことだ？そこに広がっていたあまりの光景に思わず声を上げたアレックス。洗面所にあったもの、それは大量の大人のおもちゃ。
明らかに異常な量のそれにアレックスは取り乱すんですが、兄マーカスは洗面所の扉を閉めると至って冷静にこう言いました。気にするな。しかしこの後あるものが見つかったことで、アレックスは洗面所に転がっていたそれらが何に使われていたかをついに悟ることになるんです。マーカス、これは一体何なんだよ。震える声でそう尋ねたアレックスが持っていたのは、鍵付きのタンスに隠されていたアレックスと兄マーカスの2人の写真。異様だったのは2人がなぜか全裸の状態で写されていたこと。さらに2人の写真は首から上が切り取られていたんです。お兄さんが両親のことを恨んでた理由なんとなく分かってきたわね。そうなんです、これこそが兄マーカスが両親について何も語らなかった理由なんです。洗面所から見つかった大量のアダルトグッズに自分たち双子の裸の写真、両親の部屋で見つかったそれらからアレックスが想像した答えは一つでした。マーカス、まさか俺たちは母さんに虐待されていたの？アレックスのその問いにより一層表情を曇らせた兄マーカス。彼はそのまま何も言わず、ただ首を縦に振っただけでした。その事実を知って以降、アレックスは母ジルについて独自に調査を進めていきました。すると母ジルが隠し持っていたラブレターなどから、彼女は裕福な男性を何人も手玉にとって遊び歩いていた悪女であることが浮かび上がってきたんです。俺たちを虐待していたのはひょっとして。想像するのもおぞましいその過去にアレックスは絶望すら覚えました。しかし俺たちにできることをしよう、そう思い直したアレックスは兄マーカスと協力し、自分たちと同じ思いをする人たちの救いになればと虐待防止運動を展開。この間双子はそれぞれに結婚し、子供も生まれており、お互いに新たな幸せも手にしていました。ただそうやって前を向いて歩む日々の中でも、アレックスにはまだどうしても引っかかっていることがあったんです。マーカスはこの後に及んでまだ何も話さないつもりなのか。そう、アレックスが知った家族の暗い過去は全て両親の遺品整理や自分で調べた情報から分かったこと。兄マーカスはいくらアレックスに尋ねられても、自分たちが一体何をされたのか一切詳細を語らなかったんです。一見風変わりでも仲のいい家族に楽しかった家族旅行。18歳から32歳までの14年間、兄マーカスによってそれらの嘘の思い出話を信じ込まされていたアレックス。彼にとっては母の虐待の事実よりもマーカスのその行為が何よりの裏切りに思えていました。そのため虐待が発覚して以降、2人は協力し合ってはいるものの、その関係は常にギクシャクしたものとなっていたんです。ここまで知っちゃったらアレックスも本当のこと全部知りたいわよね。お兄さんのマーカスはずっと黙ってるつもり、アレックスに対して。いや、この後ですね、ついに兄マーカスの口から真実が語られることになるんです。そして真実を聞いたアレックス、一体何を思うんでしょうか。過去より大事なもの。2018年、双子の元へ新たな転機となるオファーが舞い込みました。お二人の経験をドキュメンタリー作品にしたいんです。アレックスと兄マーカスを前にそう投げかけたのは、ドキュメンタリー作品を専門とする映画監督エド・パーキンズ。実は二人は虐待防止運動の傍らで自伝本を出版しており、映画化の話が持ち上がったんです。そして同時にアレックスはこの時を待っていたと言わんばかりに兄マーカスにこう切り出します。俺は母親の虐待を知ってからずっと自分の過去を知りたいと思ってきた。母親についても調査もしてきた。もう終わりにしたいんだ。お願いだ。教えてくれ、マーカス。真剣な眼差しでじっと見つめるアレックスのその顔に兄マーカスは小さくため息を漏らしました。そしてどこか諦めたような表情で彼は一言こう言ったんです。直接話す勇気はない。ビデオレターの形でもいいかな。1976年、それはまだ双子が12歳を迎えたばかりの頃。マーカス、あの人はどうしてあんなに僕らに意地悪をするんだろうね。血が繋がらないのが気に入らないんじゃないかな。とにかくあの人を怒らせないように静かに暮らそう。双子の言うあの人とは父ジャックのこと。実は双子にとってジャックは実の父ではなくママ父だった。当時ジルは双子を連れ20以上年上の富豪だったこの男と再婚。しかしジャックは双子を受け入れず、彼らが自分の豪邸に出入りすることを許さなかった。本邸から少し離れた物置小屋が2人の住まいとなっていた。そして物置小屋の扉が開く音がすると同時に、双子は恐怖にその身を固めた。さあアレックス、マーカス、お友達を連れてきたよ。いつもみたいに楽しいことをしよう。扉の向こうから姿を現したのは母ジルと見知らぬ男性。そう、母ジルは愛人をたびたびこの物置小屋に連れ込んでは双子を的にいたぶって楽しんでいた。物置小屋で暮らしていた幼いアレックスとマーカスはろくに食事も与えられず、虐待に怯える日々を送っていました。さらに母ジルの虐待によって脳に深刻なダメージを受けた双子は失読症を患い、読み書きが不自由な状態に。その障害を理由に同級生からもいじめを受けていたといいます。なんかある程度予想はしてたことだけど、改めて聞くと辛いわね、これは。黙っていたかったという兄マーカスの気持ちもわからんでもないっすよ。言わない方が幸せな可能性もあるわよね、自分。
こうして兄マーカスはビデオ越しに双子の本当の過去を全て語り終えました。そして話が終わっても彼の表情から緊張の色が消えることはありません。それは兄マーカスが次のような理由から長く沈黙を守ってきたためでした。全て忘れたならその方が幸せだ。わざわざ思い出して苦しむ必要はない。一見風変わりでも仲のいい家族に楽しかった家族旅行。そう、兄マーカスが作り上げた嘘の思い出話は全て弟アレックスを守るためのもの。マーカスは本当のことを話して弟が苦しむ姿を見るのが怖かったんです。しかしマーカス、本当のことを聞けてよかった。これで俺たち双子の間には嘘もわだかまりも何もなくなった。兄マーカスに向かい晴れやかにそう言い放ったアレックス。真実を知ったことで兄マーカスがこの先一人で苦しまずに済むこと、ようやく双子が分かり合えたこと、アレックスにとっては虐待を受けた過去より何よりそうやって兄と真実を共有し合えたこと、それこそが重要だったんです。いやみこさん、これね、ちょっと見てください。これ可愛くないですか？これルナでしょ、アルゴ X の、はい、私たちも一緒にいるし、何これ。実はこれ1年半かけて作ったギフレターというアプリで、オンラインギフトとね一緒にね、送れるこうレターのイラストの画像なんですよ。ってことは何、このイラストと一緒にプレゼントを誰かに送れるってこと？そうなんです。めちゃくちゃいいじゃん。このギフレターっていうのはオンラインでギフトが送れるアプリなんです、例えばね、友達の誕生日とかで、当日になってあ、今日誕生日だったわって言って急にこうギフトを送りたい時あるじゃないですか、ああいう時に LINE とかね、Twitter とかインスタとか SNS のメッセージを経由してギフトをすぐに送れるんですよ。しかもね、このギフレターのすごいところっていうのは、相手の住所を知らなくてもギフトを送れるっていうことなんですよね。どういうこと？住所入れなくていいの？そうなんですよ。でも僕ヤミコさんの住所知らないじゃないですか、で URL を送るんですよ、 DM で、でヤミコさんはその URL で住所を入れるとギフトが家に届く。でしかもその住所、僕に知られないんですよ。だからつまり超簡単に言うと、ネット上でつながってる全ての人に会わなくても、相手の住所知らなくてもギフトが送れるんです。5月っていうことでね、母の日があるじゃないですか、なので例えばね、お母さんにね、距離があって会えないとかっていう人は、ぜひねオンラインでギフトを送るっていうのをやってみてほしいんですよ。興味ある人はね、概要欄とか固定コメントからね、このギフレターをねダウンロードするか、アプリのストアでギフレターって検索すると出てくるんでね、ぜひね登録してみてください。登録は無料なんでね。どんなギフト揃ってるか一旦見てみたいわね。いや、そうなんですよ、スタバとかゴディバとかね、有名どころもね全部入ってるんで、ぜひぜひ見てください。なのでスタバのギフトオンラインで送れるんですよ。なんといってもね、アルゴメトリの我々のイラストとかね、ルナのイラストとか、あとミッドナイトムーンのケンとヤミリのイラストとかね、このギフレターでしか使えないんですよ。もし家族でネトラの人とかいたらね、絶対喜ぶと思うんで、ぜひね見てみてください。